あら、やっと気がついたのかしら。本当の出発時刻は7時だったのよ。もうそろそろ飛行機も出る頃だし、あなたはおとなしく家で留守番でもしていたら。どういうことですか？出発は8時でしたよね。それに、今回の家族旅行は。家族？家族と呼べるのは私たちだけで、あんたはどこまで行っても他人よ。最初からあんたと行くつもりなんてなかったし、お金を出してくれてありがとうって感じ。ふざけるのはやめてください。どうなっても知れませんよ。あなたに何ができるっていうの？まあせいぜい家で指をくわえて羨ましがればいいわ。私の名前は春。つい半年前、夫のシュウと結婚したばかりです。結婚する前までは何かにつけて私のことを最優先するタイプだったシュウ。私が少しでも体調を崩せば駆けつけてくれて、つきっきりで看病をしてくれたこともありました。資格を取るために奮闘していた時は、合間を見つけて応援しに来てくれたっけ。でもそんなシュウの姿は結婚してから完全に消え去ってしまいました。結婚式？そんなのあげてどうするんだよ。どうせその瞬間だけだろ。一世一代のことなんだよ。私は昔からドレスを着るのに憧れてきたんだけど。いい大人がそんなものに憧れるなよ。以前までのシュウなら、私の気持ちを汲んで絶対にやろうと言ってくれていた気がします。誰も春のドレス姿なんて期待してないよ。それともアイドルにでもなったつもり？そういうことじゃないでしょ。別に他人のためだけに結婚式をするわけじゃないんだから。はいはい。とりあえず今はなしだろう。そんな急ぐことでもないだろう。シュウは私の話を真剣に聞いてくれることもなく、私をあしらうだけでした。こんな結婚生活になるなんて1ミリも想像していませんでした。結婚すると人ってこんなにも変わるものなの？私の中で疑念が湧いていました。というのも、違和感を強烈に感じていることが他にもあったからです。それは義母のことでした。義母はとても調子のいい人で、言っていることに重みの全くない人という印象でした。あなたが春さん？見るからに頭の良さそうなお嬢さんだわ。さぞいい大学を出てるんでしょ？世の中、いい大学を出て稼いでなんぼだものね。高卒なんて笑っちゃうわよね。すみません。私、高卒で。あら、そうなの？大学行けばいいってもんでもないわよね。はあ。女は顔とお金でなんとかなるんだし、大丈夫よ。元気出して。元気？はい。結婚の挨拶に行った時、義母と交わした最初の会話がこれでした。それぞれの価値観があることは分かっていますが、決めつけが激しく、すぐに手のひら返しをするのです。私は義母が発する言葉に対して少し傷ついていました。失礼と取れるこのやりとりに対して、シュウは一切関わろうとしませんでした。聞こえているのにもかかわらず、知らんぷりを決め込み、フォローをすることもありません。それどころか、義母のことを優先して、肩を持つような発言をしたのです。まあ、そのくらいにしておけよ。春は資格も持っていて、高級鳥なんだぞ。そうでなきゃうちにはふさわしくないわよ。家事もできるし、金も持ってて申し分ないだろう。あとはもう少し若ければな。ちょっと、同い年でしょ？そう、ムキになるなよ。思えばこの時からなんだかおかしいとは思っていましたが、まだはっきりとは感じ取れませんでした。だって、それまでの週と違いすぎて、ギャップに混乱してしまっていたからです。それからも、義母と週の対応は変わらず、気がつけば2対1になることが増えました。春さん、ちょっと今から車を出してくれない？道案内はするから。今からですか？いいですけど、どちらまで行くんですか？細かいことは気にしないでいいわ。走りながら道案内するから。ある日突然、義母は私に車を出すように言いました。その日は休日だったので、引き受けることにして車を走らせたのですが、義母の言う通りに車を走らせると、高速道路をどんどんと進んでいくことになりました。そして到着した先で待たされること10分。はい、じゃあ帰ってちょうだい。
何？もう用事は終わったんだけど。義母は何の変哲もないソフトクリームを手に持ち、今から引き返せというのです。用事って何だったんですか？はあ？見てわからないの？このソフトクリームが目に入らないなんて。特に変哲もないソフトクリームですけど。だったら何か文句があるの？義母の圧力にそれ以上言えなくなってしまいました。高速道路を利用したお金を払ってくれる素振りもなく、貴重な休日にソフトクリームを買いに行くなんて。いろんな意味でかなり高級になってしまったソフトクリームは当然のごとく義母の分だけ。私は大きなため息が出そうになるのを精一杯押し殺しながら帰路につきました。ねえ聞いて、お母さんたら高速に乗ってまで普通のソフトクリームを買いに行かせたのよ。これってちょっとあまりにも理不尽だと思わない？高速代ももらってないし。私はこの日の出来事をどうにか消化したくて、柊に相談してみることにしたのです。これだけであれば何も思わなかったかもしれませんが、私は義母に対して疑問点が多すぎました。しかしこの相談が裏目に出てしまうのです。はあ？それくらい何が問題なんだ？春は本当に薄情だよな。え？そのためにいるんだから文句言わずに車くらい出せばいいじゃないか。そのためって。おっと、まあ気にせずに自分の仕事を全うするべきだと俺は思うけどな。私には柊の言っていることがよくわかりませんでした。自分の仕事？そのためにいる？まるで家政婦だとでも言わんばかりの口ぶりにたくさんの疑問符が浮かんできました。結婚する前なら思わなかったかもしれないけど、今ではこんな疑いがたやすくできてしまいます。私のことを物だと思っているから義母の肩を持って私のことを雑に扱うんじゃない？私の中で柊と義母への不信感が日に日に強くなっていきました。そんなある日、義母の提案で家族旅行を計画することになりました。こんな疑念だらけの人たちと旅行なんて、と最初は乗り気ではありませんでした。でもこれを機に変な気持ちから解放されてきちんと分かり合えるかもしれないと思いました。少し希望を見出し始めれば家族旅行も悪くないように思えたのです。思い切って沖縄とかどうかしら。広くて青い空と海でリフレッシュしましょうよ。いいですね。季節的にもちょうどいいですし、思い切っていきましょう。もろもろの手配よろしく。私はそういうのわからないし、春さんが適任でしょ。費用もまとめて払っておいてね。それくらい大人なんだし、問題ないわよね。立て替える分には全く問題ありません。さすがに全員分支払うのは無理ですが。まあいいわ。細かいことは気にせずに、さっさと申し込みしてしまいましょう。きちんと抜かりなくやってよね。せっかくの旅行が台無しになっちゃ困るわ。春ならやるかもな。気合入れて予約しろよ。俺は手伝わないからな。私が関係性の修復を期待しているのと裏腹に、義母も柊も私のことを小馬鹿にしている様子。どうして予約一つでこんなにも感じ悪くできるんだろう。私は怒りや悲しみよりも呆れが先行してしまい、返す言葉もありませんでした。一通り予約を済ませ、あとは当日を待つだけ。全部でかかった費用はこちらです。もちろん私も払うので、いくらか援助を。はあ？家族旅行の費用を姑が払うなんて聞いたことがあるかしら。そんなずうずうしい嫁、初めて聞いたわよ。あなたってどこまで常識がないの？私からすれば、どっちが払うなんて常識をそもそも聞いたことがありませんでした。そうだぞ。母さんに払わせるなんて、お前がどうかしてるよ。それなら、柊が半分出してくれれば何も問題ないんだけど。はあ？どうして俺が出すんだよ。それこそ意味がわからないだろ。どうして自分の旅行代を支払うことの意味がわからないのか、私にはそれこそわかりません。私が困惑していると、二人は口を揃えて、支払う気はないと宣言。お金の話をされて気分が悪いわ。この話はもうしないでちょうだい。そう言って、それから旅行当日まで、二人とも私とろくに会話をしてくれませんでした。どうして旅行に行くことにしてしまったのだろ
私はすでにかなり後悔していました。結局私はいいように扱われているだけで、二人にとって都合のいい存在なだけなんじゃ。でも、その疑念を払拭するためにこの旅行に参加することを決めたのに、私の中で気持ちが揺れ動いていました。とはいえ、もう予約もしてしまっているし、この旅行ではっきりさせるしかありませんでした。気分は最悪だし、体は重いけれど、ついに前日の夜になってしまいました。憂鬱な気分のまま荷物を詰めていると、シュウが何やらこそこそと引き出しを探っています。何か探しているの？いや、何も。明らかに怪しいのですが、私にはこれ以上追求もできませんでした。それくらいすでに疲弊していたからです。複雑な気持ちを抱えたまま、私は眠りにつきました。翌朝に起きると、シュウも義母もおらず、二人分の荷物もありませんでした。どういうこと？私は眠気まなこをこすりながら状況把握に努めました。少し考えているうちに目が覚めてきて、自分が置かれている状況が分かってきました。私は急いでシュウに電話をかけましたが、一向に出ません。仕方がなく義母にかけると、開口一番にこう言ったのです。あら、やっと気がついたかしら？本当の出発時刻は7時だったのよ。もうそろそろ飛行機も出る頃だし、あなたはおとなしく家で留守番でもしていたら？どういうことですか？出発は8時でしたよね。それに、今回の家族旅行は…家族？家族と呼べるのは私たちだけで、あんたはどこまで行っても他人よ。最初からあんたと行くつもりなんてなかったし、お金を出してくれてありがとうって感じ。義母のこの言葉によって私がどう思われているのか嫌でもはっきりさせることができました。私は物でしかなく彼女たちの駒なのだと。私は頭をフル回転させ、義母たちに何か痛手を負わせてやりたいと思いました。本当に二人で行くつもりですか？どうなっても知りませんよ。はあ？あんたに何ができるわけ？異性だけはいいから褒めてあげるわ。頭の悪そうなあんたとシュウを結婚させて本当に良かったわよ。はい？お金を持っていて頭が悪ければ簡単にお金を吸い取れるでしょ。あなたは私たちの ATM でしかないのよ。ついに義母が本性を表しました。あなたに取り入るために裏で手を引いて正解だったわ。なんとシュウが交際時に私を気遣ってくれたのはすべて義母の差し金だったというのです。釣った魚には餌をやらない状態になったのは目的である結婚を達成したからだと。私は怒りで思わず力強く拳を握っていました。そんな中でも必死になってあるものを探して二人をギャフンと言わせる一手を考えました。そしてあるものを見つけ、私は二人に逆襲することに決めたのです。そうですか。お気持ちはよくわかりました。じゃあせいぜい楽しんでください。帰る頃には私はいませんし、もう帰りません。金づるが欲しかっただけだし、いいですよね。楽しんでくるわよ。あんたなんて金だけ。別に存在はどこにいてくれてもいいわよ。電話の向こうでシュウがケタケタ笑っているのが聞こえてきてしまいました。でもいいんですか？航空券はここにありますけど。そんな。一瞬義母の血の気が引くような反応が見えました。嘘よ。そんなのありえないわ。だってここに封筒があるもの。すぐに強気になって言い返す義母。違うんだけどな。私は内心思いつつ、もう一度声をかけました。いいんですね。本当にいいんですよね。うるさい。鎌をかけようとしても無駄よ。声を聞く限り、きっと少し青ざめつつ、虚勢を張っていることでしょう。今に見てろ。私は電話を切られた後、とあるところに連絡をしました。そして荷物をまとめて、早々に実家に帰ることにしたのです。それから待つこと数時間。義母から鬼のような着信が入りました。あんた一体どういうことよ。抜かりなく準備しろって言ったわよね。はい、何のことですか？ホテルに聞いたら予約なんて入ってないって。一体どうなってるの？ミスしたのね。いいえ、ミスなんかじゃありませんよ。
私が予約を取り下げました。キャンセル代はかかりましたけど。はあ？だって自分が行かないホテルの予約をどうしてそのままにしておくんですか？無断キャンセルなんてしたらホテルにも迷惑がかかりますよね。あんたが行かなくても私たちが行くんだから何も問題ないじゃない。予約は私がしたんです。私の予約です。どうして金づるとしか思わないような人を止めるんですか？はあ？このシーズンはどこもいっぱいでしょうから、泊まる場所を見つかるといいですね。ちなみに、何度も言いますけど、行きの航空券は見つけたようですけど、帰りは持っているんですか？だから確かに封筒の中に。シュウがコソコソしていたのは航空券を探していたんですね。でも帰りの分はここにありますよ。しばらく飛行機もいっぱいみたいですし、ホテルも埋まっててどうするおつもりですか？あんた分かっていてキャンセルしたのね。私と結婚すればお金に困らないとか、家のことを任せられるとか思ったみたいですね。こんな仕打ちを受けることは想定外ですか？私は分かった上で踊らされるほどバカじゃないです。ふざけるな。今すぐに予約キャンセルを取り消すように伝えなさい。無理です。あと、無事帰れた頃に両親を踏まえて話をしたいんです。離婚に向けて。は？離婚？当然です。私はいいように扱われるために結婚したわけではありませんから。じゃ、せいぜい楽しんできてくださいね。私は一方的に電話を切り、それから彼らの帰りを待ちました。結局2人は泊まるところが見つからず、飛行機も取れなくて帰れず、2日間ファミレスでしのいだそう。いい大人が笑ってしまいます。そして帰ってきたところを速攻で捕まえて、離婚について協議することに。私以上に憤慨していた両親から猛攻撃を受け、返事をする間もありません。うちの娘を存在に扱うとはどういうことだ。ふざけるのも大概にしろ。彼らが帰るまでに調べ上げたところ、シュウは会社の同僚と浮気関係にあることが発覚。しかも自宅に招いていたこともあるようで、関係性は真っ黒でした。しかも複数人と同様の状態にあることまで分かり、救いようのない状況だということが分かりました。そのため離婚には十分な理由になり、慰謝料の請求も行うことになったのです。離婚に何か文句はある？むしろ弁解できるような内容があるなら教えてほしいんだけど。慰謝料も正当な金額を請求します。私からお金を搾取するつもりが。残念だったね。案の定言い返せることは何もなく、私たちの関係は完全に破綻してしまいました。それからというもの、早々に離婚が成立し、彼らの生活は一変したようでした。シュウは会社にも浮気関係であることがバレ、同期や後輩からソース感を食らった様子。それにより仕事がしづらくなり、自主退職。慰謝料を払うことができず、ギャンブルに手を出すもうまくいくはずもなく、引きこもるように。義母はそんな息子の状況がご近所にバレた結果、噂話をされるようになったみたいです。それが気に入らず、喧嘩越しで手当たり次第話しかけ、しまいにはつかみかかるように。私のことをバカにするな。息子も何にも悪くない。こっちを見るな。警察沙汰になることもしばしばあり、有名なイチャモンおばさんへと進化したようでした。平穏な生活はどこへやら。私は、というと、週から少しずつではあるものの、慰謝料の支払いを受けるようになりました。早くすべて払ってもらって縁を切りたいんだけど、そのあたりはもう少しかかりそうですが、もうしばらく待ってみようと思っています。ただ、私のことを物のように扱う人がいなくなり、自己肯定感が上がったように思います。両親はあれから私に2人が近づかないように、逐一気にかけてくれています。噂では、衆たちの様子を聞いているので、あんな末路になるのはごめんだと常々思っています。